晶子と貞子。光る君へに学ぶ日本史。果てしない水面下の権力闘争。貞子は中関白家の没落で代理から排除され追放された前代未聞の悲劇の皇后である。そしてその背景には天皇にも匹敵し上皇に準じた地位を手に入れた女院東三条院晶子の存在があった。貞子と晶子のその後を詳しく見ていこう。藤原の兼家の娘東三条院晶子は延佑天皇に多くの女御がいたにもかかわらず天皇の唯一の王子康仁親王後の一条天皇を生んだ。康仁親王の出産が兼家の九条流藤原氏に大きな幸運をもたらした。しかし延佑天皇は兼家が勢力を伸ばすことを嫌い王子を生んだにもかかわらず東三条院を女御のままにとどめ置いた。そのため東三条院は我が子一条天皇が遷祖することでやっと皇太后となっている。一条天皇は即位から約25年間にわたり在位したため東三条院は国母として権勢を振るった。また父の摂政の兼家は右大臣を辞任してそれまで兼務職であった摂政を独自の地位に引き上げている。やがて兼家は嫡男道隆に摂政の地位を譲り政界における藤原氏の勢力を固めていく。さらに道隆の娘貞子が一条天皇の中宮に収まることで九条流藤原氏の独占体制がほぼ確立する。東三条院晶子と中宮貞子は叔母と姪という関係で兼家の生前中は目立った動きはなかった。しかし990年正暦元年兼家が逝去すると東三条院と中宮貞子の関係は一条天皇を挟んで姑と嫁という微妙な関係となっていく。道隆の正室高階の高子は延佑帝の高級女官として仕えた妻女であった。そのため藤原氏を代表する東三条院にしてみれば高子や貞子は高階家の勢力を台頭させる存在として快く思ってはいなかった。さらに道隆が関白に就任して中関白家と呼ばれまだ21歳の嫡男惟親を内大臣にして権力を独占する動きを見せた。そのため東三条院と道隆、高子そして貞子との関係は急速に険悪化していった。それはともかく藤原道隆は容姿端麗で明朗であったために宮中の女房たちには人気があった。また正妻の高子は高い教養を身につけていたため貞子のもとに清少納言や赤染右衛門などの優れた女房たちを集めた。そのため中宮貞子のもとには一条天皇をはじめとして藤原の均等や藤原の忠信などの知的な公卿たちが出入りして一大サロンを形成した。一方の東三条院は父兼家が没した翌年に病のために落職したが日本初の女院の称号を受けている。女院とは単に天皇の母というのではなく
出家者が祭りごとに関わっていくことを意味し、将来の院政につながっていく。そして院とは上皇に準じ天皇以上の権力を持つ存在となっていく。そんな東三条院によって同母兄弟である道高、道兼、そして道長の価格が引き上がる。道高亡き後、道兼と道長が後継者となれたのは東三条院の同母兄弟であったからである。そして今までは藤原氏は天皇家に娘を嫁がせ、外戚となることで間接的に権力を手に入れてきた。しかしその娘が産んだ王子が天皇になれば、その女性も女院として天皇に匹敵する地位につくことになる。つまり藤原氏出身の女性が天皇と同等の地位を手に入れた瞬間であった。東三条院の後を受けて、後に道長の娘彬子も長く上等門院として女院に君臨し、藤原氏を支えた。この時道長は妻智子の経済力を背景に東三条院を自邸の土帝殿に迎えて居住させている。道長は東三条院彬子を味方にすることで、以後一躍政界のリーダーとして活躍することになる。東三条院のバックアップで五男坊の道長が突然見違えるように出世していくのは、こうした背景があったからである。道長は東三条院の勧めで元左大臣の娘源彬子と結婚したことで、さらに名声を手に入れている。この結果、権力構造は一条天皇を挟んで関白の道高、惟親、そして貞子と道長と女院の東三条院という対立構造を形成することになる。しかし中関白家の春は長くは続かなかった。道高が関白に就任してわずか5年の995年長徳元年の春、飲み水病、糖尿病によって逝去するのである。道高の後を継いだ道兼もすぐに死去したため、惟親と道長が後継を争った。貞子に頼まれて惟親を後継者に推していた一条天皇も東三条院の鶴の一声で沈黙する。強力な後ろ盾である東三条院彬子を味方につけた道長が勝利するのはごく自然の流れであった。貞子の兄惟親と弟の高家は道長との権力争いに敗れ流罪となり、中関白家は急激に没落する。父親と兄弟という後ろ盾を続けて失った貞子は自ら落職する。しかし一条天皇は我が子を身ごもった貞子を周囲の反対を押し切って宮中に連れ戻す。そのため周囲からは自ら落職した皇后を代理に済ませることが批判の対象となった。999年長保元年、ちょうどそのような時期に代理が消失したため、尼皇后を入内させたためだとの批判が殺到した。結局貞子は宮中を離れ、皇女に続いて王子敦康親王を出産している。同じく出家した東三条院が
代理に対外することは全く問題にされていないところから、貞子の排除は道長の策謀である可能性が高い。中関白家が没落すると、東三条院と道長の関係に変化が現れる。道長が内乱として表向きの政治の権力者となったのに対し、女房たちをまとめる裏の政治は依然東三条院が仕切っていた。東三条院としては、中関白家が没落した以上、貞子が生んだ敦康親王を皇太子にする方が操るには好都合である。一方の道長は入内した自分の娘明子に王子を一日も早く産ませたい。東三条院は敦康親王の後見人となるべく、惟親と高家の政界復帰を望んだが、道長は許さなかった。そんな中、貞子は二人目の皇女を出産後に逝去する。そして翌1002年、長保3年、東三条院明子も40歳で逝去する。もしも明子がもう少し長生きしていれば、道長はすんなりと最高権力者の座につけなかったに違いない。平安時代は大きな戦こそ少なかったが、睡眠下では兄弟姉妹を巻き込んだ果てしないパワーゲームが繰り広げられていたのである。